はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2月18日から2月月末までの星の動きの解説とタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。では早速いきます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップ8、ペンタクルス9逆、ソード3逆、ワンド2の逆、ワンド7、カップキング、カップナイト、はい、気をつける方大作がストレングスの逆とワンドナイト、はい、そしてオラクルは運命の輪の逆ですね。ちょっと星の話を先にしますが、2月18日から、3月の20日ぐらいまでっていうのは太陽がね魚座の方向にありまして、このエネルギーっていうのは非常に優しい慈愛に満ちたエネルギーなんですね。この期間というか、そのカニ座の皆さんにとっては非常にその優しいエネルギーの中に自分の専門性とか自分の方向性とか、自分がもっとこれにこだわりたいなとか、こだわるっていうとちょっと言い方が違うかもしれませんが、何か自分は専門的にやっていきたい、これを追求したい、この真実を見ていきたいみたいな、すごく精神性が高くなる感じなんです。許される時っていう感じかな。なんとなくなんか変な言い方ですけどね、許される時っていうと何がって思うかもしれませんが、自分の意識が高くなって宇宙の真理とか、何か自分が信じている理念とか、何かそういう一本筋が通る感覚を持って自分っていうものをちゃんと見た時に、自分はこれでいいんだ、これで完璧なんだみたいな、そういう自分を許したくなるみたいな、そんな意識がありそうだなっていうふうに思ったので今お伝えしました。そして2月の24日から逆行していた火星がようやく順行に戻ります。これ今蟹座に入っているので、蟹座の皆さんはこれまでなんか頑張りたいんだけど頑張れないとか、決断したいんだけど決断なかなかしにくいみたいなところから、ようやく流れがスムーズになることがなんか進みづらかったことが進み始めるもそうですし、なかなか手ごねいたものが解決に向かうとか、方向性定まってくるっていうこともあるかと思います。で、非常にこれはバイタリティとしても使えますので、蟹座の皆さん、やっと体力が向上するっていう方もいらっしゃれば、やる気がもっと上がるっていう方もいらっしゃれば、要するに進む方向とかやりたい方向っていうものがはっきりして、あとはそこに向かっていくだけだみたいな、なんかとても未来への展望が高いというか熱いというか、そういう感じのエネルギーの時だと思っておいてください。社会運も今ありますしね、なかなか楽しい季節なんじゃないでしょうか。そして2月の25日ぐらいっていうのはちょっとね深いところでの気づきが起きやすい時なので、何か他者を通してとか、情報を通して、他者の言葉を通してとか、なんだかどんな気づきがあるのか皆さん楽しみに過ごしていただいて、こんな気づきがあったよとかあればぜひコメントでも教えていただきたいんですけど、こういうエネルギーの時って別に何も意識しなければただただ通り過ぎていくだけなんですが、何か自分が受け取れるはずだと、この25日前後きっと何か重要なメッセージを自分は受け取るんだって思ってたら、本当になんかそういうのって受け取れたりするので、一つのゲームだと思ってやってみてください。全体を通して要するに精神性が高くて、自分が進んでいくべき道っていうものがなんか開かれそうな時なわけですね。でそんな時に25日にどんなひらめきやどんな気づきが起こるかっていうのを自分が楽しみにしてると本当に起こると思うんです。でそしてその次2月28日が新月なんですが、この新月も魚座で起こる新月で、非常に感情的なトラウマを癒したり、トラウマっていうほどでもなかったとしても過去の嫌な記憶っていうものが溶かされていくとか、許していけるとかあります。自分に優しくなるっていうこともありますし、自分の夢を大事にするっていうこともあるかもしれません。誰かのために頑張っていたものを自分のために頑張ろうって思えたりとか、そういった動きが28日以降ありまして、展望を自分で決めるとかね、何にコミットするかを決めるもそうですし、こうなりたいみたいなことを決めてもらうことによってすごいなんか協力者出てくるって感じはすごくしました。はい、でカードで見た時にここでカップの8が出てるので、何かを手放そうとしてる感じがしますね。で何を手放そうとしてるのかなんですけど、これはもうなんか前々から
あるものなんじゃないでしょうか。これはもう大きなテーマとしてね、今年、去年の後半から入ってる何かを自分の人生の整理をしていく、棚卸しをしていくっていう時期に入ってるわけなので、いろんなものをこれまでも整理してこられたと思うんですけど、この2月の末もまだもう一歩なんかちょっと捨てきれなかったものとか、やっぱりこれはいらないんだっていうような自分の中でちゃんと整理ができる、感情的な整理ができるって感じがします。特にこれがなんか自分がもっとできたのにとか、自分を責めてるみたいな感覚の気持ちがあったんですよね。例えば誰かとの関係においても、自分はもっとこの人にこうしてあげればよかったのにっていうような思いとか、自分がもうちょっとうまく立ち振る舞えたら状況って変わったのかもしれないとかっていう、そういう自分を責める気持ちっていうものをもう手放していくっていう感じがするんですね。もうそんな風に自分を責めるのはやめようっていうような感じとか、なので非常に今のこの星の動きってこう宇宙の流れですけど、優しい感じなわけです。感覚的に許されていくっていう感覚の時なので、過去に自分を責めていたものを蟹座の皆さんも許していけるんだなって感じがしました。そしてここから何か決めていきたいっていう感じがありますね。どっちにしようかなみたいな感じあるんですけど、どっちにしようかなと思ったところで答えは同じだったみたいな感じもあり、おそらく2月24日のね、火星が巡行に戻った後ぐらいから非常に自分の行動っていうのはストレートというか、あんまりこう右翼曲折せずに、やっぱこうだなみたいなことを淡々とこなしていくって感じがするんです。なのでさっき言った2月28日、3月の動画はまた動画で撮りますけれども、2月28が新月ですが、もう18日以降その雰囲気っていうものはもう入ってきているので、ご自身の中でどの方向に進みたいとか、何を際立たせたいかっていうのを自分で決めてもらって全然大丈夫です。でその決めた方向に対して協力者っていうのがどんどん出てきます。その患者の皆さんが恐れていることとか守りたいものっていうものはちゃんと守れますよっていうふうに言われてるんですね。でさらには上司だったりとか仕事上の先輩だったりとか、親っていうのもあるかもしれないですけど、何かこう目上の人に可愛がられるっていうのもあり、可愛がられたり理解されるっていうのもあったり、優しくしてもらえるっていうのもあるんですね。そしてその思いに応えて自分も誰かに対して優しくできるっていうのがあるんです。テーマとしてこれは12星座共通ですけど、今その魚座のエネルギーというのは優しいエネルギーなわけですね。許されるエネルギーみたいなのがあるから、そのエネルギーを使って蟹座の皆さんはおそらく蟹座という性質も同じ水の性質なので、誰かとの関係性の中に優しさが生まれる、優しい空気感があるみたいな風に使えると思うんですね。なので関係性とてもいいです。で関係性という誰かとの関係性というだけではなく、自分の中から湧いてくる可能性っていうのもあると思いますよ。さっき言った精神性も高いですし、どんな専門性を磨いていきたいのかなって言った時に、自分がこれをやることを自分で許可してあげようみたいな、そんな感じもあります。ただ焦らないでくださいねっていう感じで言われているので、オラクルがやっぱ運命のもの逆なので、今すぐ絶対にこれをしなくちゃっていうよりも、やっと今扉が開かれたところだからゆっくりといてくださいと。で本当のチャンスっていうのはまだまだあります。今だけじゃなくてもって感じ。今言われているのはそういった優しいエネルギーが今は充満する時で、誰かから優しさを受け取ったり、自分も誰かに対して優しくしてあげたりっていう中で、自分の感情や自分を許す気持ちっていうものが溶かしていくんだなっていうのが一番言われているので、何かその状況に入りますとか何かやりますっていうのはもうちょっと後なのかもしれません。タイミングは必ず来るので全然焦らなくて大丈夫です。そうね、温めておいてくださいって感じがする。自分の体力を。ちょっと待ってね。ソードの7っていうことで、どのタイミングで動くかとかどうするかっていうのはやっぱ他者の状況も見て判断しなきゃいけないので、自分の思いだけで進められないって感じがありますね。で仕事を通してもそうですし、仕事だけじゃないんですけど、人生全般に対してのステータスが変わるようなチャンスっていうものが潜めてあるんですよね。それがバーンと来てるっていうんじゃなくて、まだ密かに待っているって感じかな。それまだ来てないんですよ。もうちょっとゆっくり待ってねみたいな。今はその可能性や雰囲気や誰かとの関係性の中で可能性を感じててねっていう感じがしました。
ちょっとこれ踏まえた上での仕事ね見てみますね。仕事、カップキングまた出ましたね。ペンタクルスのナイト、ワンドのクイーンということでコートカード3枚並びましたね。なんか人間関係は非常に濃いです。なので仕事でもおそらく仕事の業務内容っていうものも十分にこなせますけれども、なんかここまで自分がやってきたこと、このワンドナイトもそうですし、自分がこれまで努力してきたこととかやってきたことっていうものがちゃんと形になって収まりつつありますよっていうのもあり、でそれをなんかただ自分が一役割としてそれをやるのではなく、それをもう管理する側になって収めようとする動きがあるみたいな感じがあります。なんかこれまで自分がやってきたことを振り返って、それを自分の中でも納得するし収めて他者への貢献に使っていくみたいなのもあります。なので人に、仕事を通しての人間関係とてもいいです。仕事っていうので見てるけど、業務内容とかどれだけ稼ぐかっていうことよりも仕事を通して関わる人のが一番なんか際立っていますね。それがなんかこれまでの自分だから関わってる人であり、その関わってる人との関係性っていうのもまだまだ育てていけるよみたいな感じがします。はい、ちょっとプライベートの人間関係も見てみますね。人間関係ね、普通に見てもこんだけコートカードいっぱい出てたらとってもいいんですけどね。いいんだけどあえて見てみましょう。ジャッジメント、今なんかねワンドのプリンス、ワンドのページとカップの6も出てるんですけど、なんだかやっぱり人を通して非常に恩恵がありますね。自分一人の世界で得るものじゃない感じがします。例えばの話ですけど、もしこの時期に私ちょっと旅に出ますみたいな感じで旅行行ったとしますよね。で旅行行くと大体皆さん何かいろんな気づきがあったり、いろいろリフレッシュできたり、すごくポジティブなプラスな面を持って帰ってくりますけど、だからたとえ一人旅で誰にも会わずにとか自分でただ一人で旅行するだけって言っても、やっぱり現地の人との小さな関わりとか空気感とかそういうのですごく自分が整うって感じがあるんですね。なので今患者さんの皆さんは取り立ててその誰かと深く関わろうとしてなかったとしても流れ的に関わる流れになり、そしてその人との関わりの中でなんだか自分は非常に感銘を受けたりとか感化されていい風に変容してくるよっていう感じで言われてるんです。でそれによってすごく満足感が増え、でなおかつ昔自分が思っていたことやかき消してしまいそうになっていた感覚というものがもう一度掘り起こされますよっていう感じで言われてるんですね。だから関係性とてもいいです。人を通して感じるものがとても大きいんだと思います。今すごい言われてますからね、それを。でちょうどその火星もねカーネ座にあるっていうことで、自分の何かが呼び起こされるんでしょうね、人を通して。でそれがとてもプラスになる。実際それをやるっていうのはもうちょっと後でもいいんですけどね、全然。ただ何かが目覚めるそしてすごく精神的にも満足するって感じがしました。ちょっとね最後オラクルカードもう一枚引かせてください。もし何かしら今お話ししたことで通じましたよっていう方、ぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。なんかねいつもとにかく感じたことをたくさん伝えようと思ってるので、自分の中ではあんまり何喋ってるのか分かんないみたいなとこあるんですけど、それで通じてたらいいなっていつも思うんですよね。でも皆さん受け取り上手だから分かってくださってるんだろうなと思います。最後にもう一枚オラクルカード。はい、このカードを見て何かしら感じることがあれば、皆さんも自分の直感を使ってメッセージを受け取ってみてください。コンシャスステップですよ。意識的な一歩を踏み出しましょうみたいな。自分がねずっと思っていたもの、願っていたものに対しての一歩って感じですよね。一歩でいいって感じかな。2歩も3歩も行かなくても大丈夫だよみたいな感じはあるかもしれません。きっかけさえできれば。
はい、ということでここまでにしておきます。もしよかったらいいねボタンいただけると嬉しいです。次回また3月2日までに次の動画をアップしたいと思います。今回もありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。